参ったな。やがて大原は左右に女性をはべらせ、好き勝手に言いたいことを言い始めた。当然、所在情けな時間を過ごしている俺は、格好の標的となってしまった。ただただ罵倒に耐えるしかない時間。永遠とも思える地獄の中、俺は背後からどよめきが聞こえてきたのに気づく。ブロンド髪の美しい女性が店に現れたのだ。彼女がまとった雰囲気は特別なもので、素人目にも芸能人なりモデルと感じられるもの。そうだ、中卒。お前が行ってこいよ。ナンパしてくるんだよ。行きたくないのか？すっかりアルコールが回っている大原は、もはや俺に対する悪意を隠そうともしない。さも当然のように侮辱の言葉を口にしている。でも、中卒でも英単語くらいはわかるだろ？いいから行けって。俺は難色を示したが、大原は全く聞く耳を持たない。残念ながら彼の言う通りにするしかなさそうだった。だがこの後、清掃員とか工場の仕事とか、それぐらいしか無理だろうけど、斡旋はしてやれるぜ。俺は柊義雄。どこにでもあるような家庭に育ち、何不自由ない幼少期を送った。だが、父が交通事故で急逝したことによって、俺の人生はめちゃくちゃになってしまう。大きな喪失感を味わった俺は、全く勉強ができなくなり、抗いようのない無気力に襲われてしまう。父がいなくなって初めて、俺は自分にとって父がどれだけ大きな存在だったのか知る。心に大きな穴が開いてしまった気分だったし、何をするにも不安で、何をする気にもなれなかった。俺は何もできないんじゃないだろうか。父を亡くして以降、俺はそんな不安を抱え続けた。父がいたから、父がいてくれたからこそ、俺はいろいろなことに挑戦できた。いつも父が見守ってくれる環境で生活していたから、俺は安心して暮らすことができた。二度と戻れない状況に陥って初めて、俺はそんな風に思い知らされた。ただ、俺には母と小学生の弟がいた。悲しんだり絶望するのは勝手だが、誰かがこの二人を支えなければならない。しかし、一家の大黒柱こと父はもういないのだ。高校を辞めて働いたら、少しは生活を楽にできるかな。だから俺はそんな風に考えた。そして行動に移し、10年という歳月が過ぎた。みんな元気にしてるかな。俺はこの日、小学校の同窓会に参加していた。だが俺は嬉しい気持ちでもなければ、楽しもうという姿勢にもなれない。小学生時代は理不尽ないじめを受けていたからだ。やあ！歓談する元クラスメートたちをよそに、俺は一人隅っこへ。だが、そんな気持ちを踏みにじるような奴がいた。久しぶり、元気してたか？小学生の頃、俺をいじめていた主犯格の大原だ。外見は確かに年齢を重ねているが、その軽薄な感じは今も変わっていない。それでさ、中卒って本当なの？今はテレビ局に勤めているという大原。彼は世間話もそこそこに、そんな風に切り出してきた。ああ、いや、
高校には行ったんだけどさ、いろいろあって中退しちゃったんだよ。中退？今時珍しいやつもいたもんだな。大原の口調からは、俺を露骨に見下す感情が見て取れる。これも当時と全く変わっていない。中卒だと働き口も見つからないだろ。清掃員とか工場の仕事とか、それぐらいしか無理だろうけど、斡旋はしてやれるぜ。地方テレビ局の社長をやっているという大原。そんな彼からすれば、俺ごとき見下されて当然なのだろう。彼の言葉の端々からは、どこまでも品性下劣な感情が見え隠れしている。はあ。大原が去った後、俺は小さくため息をつく。こうなるから来たくなかったのだ。さっさと帰ろう。俺は来たことを後悔し始めていた。だから頃合いを見て帰ろうと思ったのだが、勢いのまま二次会にも参加してしまう。二次会の場所は多国籍バー。大原はここの常連らしく、全く臆することなく外国人の女性に話しかけていた。参ったなあ。やがて大原は左右に女性をはべらせ、好き勝手に言いたいことを言い始めた。当然、所在情けな時間を過ごしている俺は、格好の標的となってしまった。ただただ罵倒に耐えるしかない時間。永遠とも思える地獄の中、俺は背後からどよめきが聞こえてきたのに気づく。ブロンド髪の美しい女性が店に現れたのだ。彼女がまとった雰囲気は特別なもので、素人目にも芸能人なりモデルと感じられるもの。そうだ中卒、お前が行ってこいよ。ナンパしてくるんだよ。行きたくないのか？すっかりアルコールが回っている大原は、もはや俺に対する悪意を隠そうともしない。さも当然のように侮辱の言葉を口にしている。でも、中卒でも英単語くらいはわかるだろ？いいから行けって。俺は難色を示したが、大原は全く聞く耳を持たない。残念ながら彼の言う通りにするしかなさそうだった。こっちへ。俺は女性に視線を向けると、小さく手招きをした。すると、彼女は素早い足取りで俺に近づいてくるではないか。当然、大原は何が何だかわからない様子だ。彼の取り巻きもみんな困惑の表情を浮かべている。君のことをナンパしろってさ。私を？面白いこと言う人もいるのね。俺たちは英語でやりとりする。しかも流暢な英語だったから、大原や取り巻き連中の困惑はますます強くなった。久しぶりね。あなたにもずいぶんいじめられたものだわ。そう言いながら大原に迫る女性。彼女は俺同様、小学校時代、大原から陰湿ないじめを受けていた美咲だ。ハーフゆえ日本人離れした風貌。アメリカから引っ越してきたばかりのため、拙い日本語。それは大原にとってまたとない標的だった。そうか。悪かったな。しかし綺麗になったよ、お前は。まあ、座って。動揺しつつも必死で取り繕う大原。だが美咲は決して座ろうとはしなかった。俺、今はテレビ関係の仕事してるんだよ。お前は何してるんだ？モデルだけど。そうか。だったらこれも何かの縁だな。仕事の話をしないか？
いろいろ触れる案件があるかもしれないから。媚びを売る大原。しかし、美咲が彼に向ける視線は、どこまでも冷ややかなものだった。話すことなんて何もない。そんな冷たいなあ。私はビジネスパートナーの社長を迎えに来ただけ。美咲はそんな風に言いながら、俺の腕に自分の腕を絡ませてくる。嘘だろ？そんな中卒が、社長？悪いな。お前に同業者だってバレたくなかったんだよ。父親を亡くした俺は、心身ともに打ちのめされた。そんなタイミングで連絡をくれたのが美咲だ。彼女は自分と同じようにいじめられている俺に共感してくれていたのだ。仕事ならあるから。一体どうやって俺の連絡先を知ったのかはわからない。だが彼女はそんな風に言ってくれた。美咲の父はモデル関係の会社を経営していた。そのため力仕事や事務仕事を片付ける人間が一人でも多く必要だった。そこに俺も組み込まれた次第である。仕事柄、会社にはいろいろな国の人間が出入りしていた。だから俺は進学を諦めた代わりに多種多様な言語を身につけた。そして単なる末端社員からマネージャーに昇進し、出版社やテレビ局との関わりも増加。やがて俺は社長からとある打診を受けた。新しい子会社のトップ、要するに社長になってはくれないかと。わかりました。お受けいたします。断る理由なんてどこにもない。俺を救ってくれた社長の頼みを聞かない理由がどこにあるのだろうか。こうして俺は子会社の社長となった。さらにはモデルとして美咲も所属することに。悪いんだけど、私はひどい人間性の相手と仲良くはしない。まず何より、私はあなたのことを許していないし、許す気もないから。強い口調で言い放つ美咲。大原は、ふざけんなよ、と大声を上げたが、慌てて周囲から制止された。よくも俺にそんなことを言えたな。ただで済むと思っているのか？もうやめろよ。お前は関係ないだろ。激高する大原。だが俺は関係あるんだよ、と吐き捨てる。お前さ、番組に出たモデルやタレントに手を出してるだろう。それが何の？俺たちはお前の嫁さんと知り合いなんだよ。絶句する大原に対し、俺はスマートフォンを見せた。お前の嫁さん、お前があちこちの女に手を出すもんだから、調べてくれと、俺たちに連絡してきたんだよ。まったく、恥ずかしいやつだ。俺が今回同窓会に来た理由は、大原の動向を確認するためだ。大原は今日も複数の女性に声をかけていた。このスマートフォンの中には、その揺るぎない証拠が収められている。写真は全部撮らせてもらったよ。残念だけどな。ストーカーかお前は。消せ、今すぐ消しやがれ。悪いがもう送らせてもらった。そんな。顔面蒼白となる大原。そんな彼に対し、美咲は因果応報よ、と痛い一発を食らわせた。行こう。言いたいことを言った。やるべきことも済ませた。だから俺たちは早々に店を後にする。数日後、某テレビ局のお偉いさんが女性タレントと浮気していたことが週刊誌で報じられた。ただ俺たちは大原の奥さんから離婚する旨を聞かされていたから、留飲こそ下げたが驚きはしなかった。いい気味よ、まったく。
週刊誌を読んだ美咲はそう言った。大原の一件は彼の女性問題だけでなく、タレントやモデルに対する暴言も報道されていた。要するに彼はもう終わりなのである。でも、すっきりした。大原は膨大な額の慰謝料を各所から請求されるだろう。離婚もしているから彼の手元に残ったのは学歴だけ。悲惨な末路。だがこれは大原が自分で引き寄せた結末なのだ。あとは楽しい話をしましょう。そうだな。実を言うと、俺たちは交際している。俺たちの関係はすでに恋人から婚約者にステップアップしており、結婚式の時期も半年後と確定していた。俺たちは今回、過去の悪縁からようやく逃れることができた。あとはもう、どんどん幸せになるだけだ。今までずっと苦しんできたのだ。だったら、これから先の人生は、きっと幸せに満ち溢れているはずなのだから。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければ、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。